にちは、なこです。こんにちは、けこです。今回もまた作曲頑張っていくんですけど、今回の目標は何ですか？今回の目標はこちら。エレクトロスイングの楽曲を作成するです。現代のダンスミュージックと古き良きスイングジャズの要素を組み合わせたジャンルですね。今回はこのジャンルの曲を作れるようになるとともに、その学習過程を動画に収めていきましょう。その前に軽く今回参考にした動画をざっくり紹介しましょう。今回は参照した動画がかなり多いので、ノーションでまとめたページを概要欄に載せています。合わせてご覧ください。ということで早速ですが、作曲を始めていきましょう。普段はコード進行を最初に徹底することが多いですが、今回はドラムから制作していきます。また今回からはミディ入力ではなくウェーブファイルを直接配置する形で制作します。ウェーブファイルを直接扱う方が合理的なことに気がついたそうですね。ということでまずはキックから、今回はなるべくマットな音を選択するように心がけました。またリズムは4つ打ちです。多くの動画で4つ打ちのリズムが採用されていましたね。そしてキックにハイハットとクラップを入れたら基本のリズムは完成です。ただ今回はさらに音を重ねていきます。そしたらここに歯切れのいいスネアを足します。スイング感が出るように刻んでみました。あとはループ音源を入れたり、ハイハットループを2つ入れたり、シェーカーを思いっきり左右に振ってみたりしました。あとはノイズとオケ比を足してみました。あとはクラッシュなどのインパクト系の音とフィルを入れて完成です。もう少しエフェクトをかけて整えてみましょう。調整前の EQ はこちら。低音域が出過ぎな気がしたので、それも含めていじっていきましょう。まずキックは低音域を少し削って中音域をかなり持ち上げました。ハイハット類は上側をかなり持ち上げて音を中央に寄せました。あとは全体的にキックをはっきりさせるためざっくり 150Hz 以下を削りました。あとは全体に OTT をかけて全体の EQ を少しいじったら完成です。ということでこれでドラムの完成です。先ほどのものに少し展開をつけました。お次はコード部分を作成していきます。今回は様々な動画を見た絵でよく使われている進行を利用しましょう。進行としては6543を繰り返すものですね。ループの最後の3をセブンスにしてルート音を5シャープにすることで滑らかな動きになっています。今回はエルピも加えてみました。後半はコード部分でも展開をつけようと思い楽器を足してみました。先ほどのピアノに加えアコースティックギターを、そしてバイオリンとさらにシンセコードも加えました。多くの今回参考にした動画の中で使われているものをピックアップしていきました。ちなみにシンセコードはすごくシンプルなものにしてます。でもシンプルなものを選んだというよりシーズのアレンジが思いつかなかっただけですね。次はベースを作ってみます。今回はウッドベースを軸にした音色にしましょう。前半はウッドベースのみ、後半にはシンセベースを追加しました。またウッドベースはそのまま、シンセベースにはこれらのエフェクトをかけています。例外として今回扱っているキックの周波数が約 110Hz と高めなので、ベースがキックの邪魔をしないようダイナミック EQ を利用しました。
最後にメロディーつけていきますが、先に言いますが結果として今回のメロディーの出来はかなり微妙でした。結局金管楽器で入るフレーズがよくわからなかったですね。とりあえず一度聞いてみてください。その後これらのメロディーをもとに私の疑問点を説明いたしますのでご教示いただければ幸いです。まずは前半のメロディー、コードの時にちらっと書きましたがキーは B フラット、メジャースケールで打ち込みましたが、正直マイナースケールの方が利用されている印象です。ちなみに前半は金管楽器を3つ入れ全てオクターブで鳴らしています。本来こういうフレーズを良くする目的で大砲が利用できるはずですが、あまり深い理解ができておらず綺麗な響きを生み出せなかったので諦めました。あとこのフレーズで考えていたのは隣り合った音に進行することですね。そうすると少しそれっぽさが出るんじゃないかなと思います。まあそんなもんですかね。最初は B フラットメジャーの平行調である G マイナーで打ち込むのもいいかなとも思ったんですが全くうまくいきませんでした。一応自分なりにそれっぽいフレーズをひねり出したつもりです。ということで前半はこんな感じでした。後半の方が正直納得できてないです。3、4小節目がうまくいってない感じありますね。ここは実は B フラットマイナーのつもりで打ち込みましたが、なぜか4シャープの音がある程度馴染んだので利用しています。あとここはトラックが4つあるのですがバリサックスに対旋律っぽい動きを少しだけやってもらっています。少し音の隙間を埋めてもらいました。ただ残念なことにそこまでうまくできませんでした。1、2小節目の動きはある程度よくできたと思っています。耳コピをするのに十分な音感があるとは言えずうまいこと参考にした動画から情報を得られませんでした。これは今後の課題として設定しておきます。ということで一応最後に全て同時に流そうと思います。というところで今回の動画は以上です。自分なりにある程度ジャンルの特徴をつかんでいったつもりです。次回もこんな風に特定の音楽ジャンルについての理解を深めようと思ってます。ということで次回も見ていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。